皆さんおはようございます。おはようございます。斉藤です。斉藤です。はい、今回なんですけど、自宅からトークの動画なんですが、今回何をやるかと言いますとですね、僕たちが住んでるのはですね、神奈川県なんですけど、もうだいぶ西の方なので、山梨県とか静岡県のすぐ近くに住んでるんですね。そこで今回私たちがいろいろ行かせてもらった富士山の見えるキャンプ場の特徴だったりいいところをお伝えしていきたいなと思います。はい。で、なんでこれやろうかと思ったかというと、やっぱり富士山が見えるキャンプ場っていうのがすごく人気のキーワードなので、一つ一つ紹介動画やってるんだけど、それをね、一個ずつ見るのは大変だと思うので、ここはダイジェスト的なつまんで紹介していきたいなと思ってこの動画を作ろうと思っております。はい。あくまでも僕たちが行ったことのあるキャンプ場から選ばせてもらってますので、ぜひぜひこの他にも富士山が見えるこんなキャンプ場あるよっていう情報を持ってる方いらっしゃったら、ぜひぜひコメントで教えていただけたら嬉しいなと思っております。はい。はい。インターネットでは出てこなかったり、ポータルサイトでは出てこないキャンプ場もあるらしいので、僕らの知らないキャンプ場もおそらくあるだろうと思うので、ぜひ教えてほしいですね。はい。うん。それでは、早速1つ目の富士山の見えるキャンプ場、どこでしょうか、はるぴんさん。はい。朝霧ジャンボリーです。朝霧ジャンボリーオートキャンプ場でございます。はい。はい、1つ目。ここの特徴なんですけども、名前を見てちょっとお分かりの部分もあるかと思うんですが、ゴルフ場の隣というか、ゴルフ場の敷地内というかにあるキャンプ場で、めちゃくちゃ広いです。車で走っててもちょっと迷うんじゃないかぐらいいろんなエリアに分かれていて、一つのキャンプ場でいろんな景色が楽しめるっていうのが特徴かなと思います。はい。はい、はるぴんさんの何か特徴ありますか？ハルピーさんの特徴ですか？はるぴんさんが思う特徴。外はね。特徴？うん、朝霧ジャンボリー。富士山がでかい。そうだね。ペットが行ける。うシャワーがある。ん、炊事場もトイレもいっぱいある。うん、うん、キャンプ場が広いから、うん。富士山の見え方が全部違う。そうだね。アルファベットでこういろんなエリアに分かれていて、もちろん富士山の見えるエリアは人気なんですよ。なので結構人も多い。だけど見えないエリアとかもあったりして、見えないエリアはやっぱり結構静かにキャンプできたりとか、その場所によってシーンが選べたりとかするので、この辺も面白いかなっていうのと、注意点としてはトイレ綺麗なんだけど、炊事場も綺麗なんだけど、基本的に確かお湯は出ないっていうのと、場所によっては便座があったかくないやつだったり、洋式は洋式なんですけど冷たいやつだったりするので、その辺は施設紹介の動画もあるので、ちょっと可能な限りは言ってると思うんですけど、そっちも合わせて見てもらえたらなと思っております。あとペットも注意としては OK なエリアとペット禁止のエリアがあるので、この辺もホームページとね合わせてチェックしてみてください。富士山めちゃくちゃ近いので、広場サイトっていうところからはものすごく綺麗に富士山が見えますよね。はい。赤富士も見えるよね、夕方、ね、冬行くとすごい空気が澄んでて綺麗なキャンプ場でございます。それでは2つ目、富士山の見えるキャンプ場、はるぴんさんどこ行きましたか？山帽子オートキャンプ場です。山帽子オートキャンプ場。山帽子の特徴なんですけども、どんなところが特徴でした？山帽子も基地が広い。そうだね。あとは富士山もまあまあ大きく見える。芝生が綺麗。そうだね、芝生すごい綺麗だったよね。確かに。そう、雑草っていうよりは芝生っていう感じで、うすごい整地されてる綺麗なキャンプ場でした。で、ここもフリーサイトなので、好きなところを選んでテントを張る感じでしたね。で、ペットか。はい。トイレと炊事場はすごい綺麗なんですけど、確か1箇所に管理棟前にまとまってたような気がするんですよ。これ映像に残ってなくて、山帽子は、はい、僕ら行ったんですけど動画撮ってないんですよね。なのでちょっと残ってなくて、僕らも記憶が曖昧な部分もあるんですけど、でもすごいその芝生が綺麗だったなっていう印象がありますね。で、注意点としては入り口が結構狭かったんですよ。僕らの車、シェビーバンっていうそのバンの車で行ったら、ちょっと横の枝を
ちょっとすりました秋がそうそうっていうのぐらいかな。それ以外は中まで行ってしまえばすごい開けてるので、何にも狭くないんですけど、入り口だけちょっと狭かったなというぐらいですね。キャンピングカーとかだとちょっと厳しいんじゃないかなっていう印象、トレーラーとかも入れなそうだなって思うんですけど、まあわかんない、入れるのかもしれない、別の入り口があるのかもわかんないんで、キャンプ場さんの方に確認してみた方がいいと思います。はい、で富士山はバッチリ見えるキャンプ場でございます。はい、それでは富士山の見えるキャンプ場3つ目、はるぴんさんどこでしょう？はい、ふもとっぱらキャンプ場です。ふとっぱらふもとっぱらキャンプ場です。はい、言わずと知れたふもとっぱらですね。特徴はゆるキャンの聖地。ゆるキャンの聖地ってふもとっぱらなんですか？でもゆるキャンでふもとっぱら紹介されたよ。そうだっけ？虎とかの入り口あ、のそうだね。牛舎小屋とか。確かに、皆さんご存知のふもとっぱらですね。うん、特徴としてはもう本当に広大な敷地の中に自由に張れるフリーサイトと、目の前にドッカーンって映る富士山ですね。他にありますか？真ん中にある炊事場がすごく大きくて広い。新しくなったんだよね。そう、トイレもね、大きくって広いです。あとはまあ割とどこに貼っても富士山が見えるから。そうだね。それすごいいいよね。見えないポイントっていうのはほとんどないっていうね。ないですね。あとは本当に広いので、隣の方との距離っていうのは結構取れると思うんですよ。だから余裕を持ってテントを設営できるんじゃないかなと思います。タープとか、大型テントとかもあんまりこう周りの方を気にせず使える場所かなと思います。美味しいハンバーガーがある。あ、そうですね。レストランがついてるんで、金山テラスレストランがあって、そこでねハンバーガーとかジビエバーガーだよねとかラーメンとか食べられるんですよ。あとお酒も飲める。ふもとっぱらビールもあります。アイスもあります。はい、注意点としては冬は特になんですけど、めちゃめちゃ冷えます。あと風が強い時もありますっていう結構過酷スポットではあるので、景色がいいっていうのはもう絶景は絶景なんですけど、結構こう風でテント倒壊してしまったとか、寒くて寝れなかったとかっていう声をよく聞く場所なので、いろんな方の情報を見て防寒対策とか、風対策とか、あと雨雪でスタックするっていう噂もよく聞くので、そのあたりとかも注意しながら、ぜひ行ったことのない方はチャレンジしてみてください。あとは土日とかだと入場するのに受付がドライブスルー受付なんで、結構並ぶ可能性もあるので、時間に余裕を持っていくといいかもしれないですね。はい、そんな感じでございます。ほい。それでははるぴんさん、ほい。4つ目のキャンプ場、富士山の見えるキャンプ場、どこでしょうか？ポポーン。はい、たぬきこキャンプ場です。はい、ありがとうございます。はい、たぬきこ、これ僕らも先日も行きましたたぬきこキャンプ場でございます。特徴は綺麗な湖と富士山を見ることができます。そうですね、めっちゃ綺麗です。たぬきこっていう湖と富士山で、ここもフリーサイトなんですね。でもう一つの特徴はオートじゃないんですよ。ということは車が入れないキャンプ場なので、いいポイントとしてはめっちゃ綺麗な写真撮れるんですよね。他人さんの車とかが映んないんで、人工物が少なく見えるから写真撮ったりしても綺麗かなと思います。ただその反面リアカーで運ばないといけないのでちょっと大変かなというのはあって、小荷物で行くのがおすすめかなと思っております。でこの間のたぬきこのレビューでもちょっと言ってたんですけど、 A サイトと B サイトがあって、 A サイトは手前の方、手前側、管理棟側っていうのかな、あと湖畔側みたいな感じですごく人気なんですよ。なんで結構人が多いです。で公園みたいになってるのでキャンプ場利用者じゃない方も通ります。で B サイトっていうのはそのさらに奥、ちょっと富士山も見えづらいんだけど静かにキャンプしたい方は、そっちの方がおすすめかなっていうのを言ってましたよね。で僕らも今度 B サイトに行きたいなと思ってて、 B サイトもね綺麗な場所結構あったんで、またチャレンジしたいなと思っています。B サイトの方も公園利用者の方は通るので、あと自転車が通るから注意しないとかなっていう部分もあるんですけど、すごい綺麗なキャンプ場でございます。ゴミとかもね何でも捨てれるっていうか、分別さえすればちゃんと捨ててくれるしね。ありがたいです。他になんか気になるポイントありますか？
たぬき湖。トイレも炊事場も大きくて綺麗で、シャワールームもあって、そうだね、シャワーもあるしね。はい、施設はすごく綺麗です。以上ということで、4つ目ははい、たぬき湖キャンプ場でございました。はい、それでは続いてどんどんいきます。はい、次の富士山の見えるキャンプ場、どこでしょうか？大の字ファミリーキャンプ場です。はい、こちらも映像はないんですね。そう言ってるんですけど、映像がなくてちょっと覚えてる限りになっちゃうんですが、どんなところでした？大の字。大の字も富士山は大きく見えるんですけど、ちょうどね、私たちが泊まったところは富士山は見えなかったけど、ペットも連れて行けるんだけど、場所によって入れたり入れなかったり、ペット OK のサイトとペット不可のサイトとあるんだよね。温泉がある。温泉がある。お風呂がある。お風呂がある。ありましたね。敷地内に温泉なんですか、あれ。温泉か風呂かちょっと分かんないけど、お風呂があるっていうのを聞いておりまして、私たちは入ったことないんですけど、でここもね、いろんなエリアに分かれてるので、好きな場所にテントを張ることができます。フリーサイトでございます。注意点としては、場所的に自衛隊の結構すぐそばなんですよ。で、日によっては演習みたいなのがあって、大砲の音、大砲なんかな、多分大砲だよな、大砲みたいなドーンっていう音が結構鳴り響いてます。あとはなんかヘリとか飛行機とかも結構飛ぶから、その辺の音がちょっと気になるかなっていうのはあったけど、どうですか？でもね、寝てる時とかには夜はないからね。ないんですけど、朝とか、その決まった時間に聞こえる時があるかなみたいな。そうだね。大通りに面しているキャンプ場なんで、アクセスはいいんじゃないかなと思います。入りやすいんじゃないかなと思います。特に狭い道とかもないので、ただサイトに入るところがちょっと狭かったりするから、そこだけ注意かなっていう感じでございます。ここも芝生でめちゃくちゃ綺麗でした。それでは次、富士山の見えるキャンプ場、どこでしょうか？港湾キャンプ場です。港湾でございます。これもゆるキャン聖地ですね。ゆるキャン第1話に登場する港湾ですが、特徴は湖と富士山が見える。有名な景色なんらしいんですよ。千円札の裏側のモデルになってる同じ景色が見れるよっていうのが港湾キャンプ場で、湖畔すれすれまでテントを張れるという珍しいキャンプ場ですね。ここもフリーサイトでございます。昔は予約必要なかったんですけど、今は完全予約制になってるので、予約をして受付する時間も結構1時間単位ぐらいで区切られるので、そこをちゃんとめがけてね、行かないといけないんだけど、予約できる分安心な部分もあるんじゃないかなと思うんだけどさ。で、湖畔サイトとあと林間サイトっていうのがあって、もちろん湖畔サイトは湖畔ビュー、林間サイトは1段上がって湖見える場所ともう全然見えない場所とってあるんだよね。選んで貼ることができます。人気は湖畔の方、林間の方がまだ激戦区じゃないかなっていう感じです。注意点は、湖畔ギリギリに車を止めすぎたら良くないとか。良くない、そうスタックしちゃう。でも受付で説明がありますので、その辺は特にその時に聞いて気をつければいいかなと思いますので。湖畔はあとはすごい傾斜が激しいから、よく失敗設営を間違えると寝れなくなっちゃうっていう風に聞くんで、こうなんか対策、なんか板持っていくとか、板持ってこうなんか角度つけるとかって言ってる人いたよね。それからあんまり広いキャンプ場じゃないんで、結構密集するんだよね、人がね、土日とかはね。でもう人気の場所とかはその前の宿泊の人が抜けたらすぐ次の人が入るみたいな感じで、しかもこうなんか話し合いをして次いいですかとか言って決めるパターンが多いので、率先して声をかけた人が入れるっていう風にはなっちゃうんですね。その辺がちょっとね、いいのか悪いのかって分かんないですけど、そんな特徴もあります。ただ富士山遠くの方に綺麗に見えて、本当に僕らも照らし合わせたんだけど、千円札と同じ景色、ちょっと感動する景色が見れました。それでは次の富士山が見えるキャンプ場、どこでしょうか？キャンピカ富士グリンパです。懐かしいね。懐かしい。
これはですね、富士山のもう2合目、富士山が見えるっていうかもう富士山にあるんだよね、そういうキャンプ場なんですけど、ピカっていうグループのキャンプ場で結構いろんな場所にピカってあるじゃん、そのうちの一つのキャンプ場ですごい高規格のキャンプ場です。特徴としては何か他にありますか？富士山もやっぱりすごい大きく見えます。近いよね。近い、お風呂があったり、あとはすのこの上にテントを建てられたりとか、サイトの種類が多いっていうのもあるので、選べます、いろいろと。そうですね、トイレとかも室内にあったりなんで、結構なんか寒ってやりながらトイレ行く感じはあんまないんだよね。そうですね、やっぱ寒さ対策されてるというか、そんな印象でした。ただやっぱりその富士の2合目にあるんで、確か冬季は終わっちゃうんですよね、冬季は閉まっちゃうところだったと思うので、ただ最近その冬も今年からやりますとかそういうところも出てきてるから、コテージだけね開けますとかね、ホームページの方は確認してみてください。あとドッグランがありました、ありましたね。時はあったあった。そうですね、注意点としては、ここも寒い、標高高いのでめっちゃ寒いです、それぐらいかな。あとはもうなんか富士山の元っていうかもう2合目だから何にもなくてすごい広くていいところでした、景色最高でしたね、コテージの方とかも歩いて散歩したんだけど、なんかコテージとかトレーラーみたいなやつとかにも泊まってみたいなって思った場所かな、ね、外国みたいな、そんな感じで、ちょっとバーッと説明しましたけど、富士山の僕らが行ったことのある、そしてペットが行けるキャンプ場の特徴とかね、ちょっと注意点とか話してみました。どうですかね。なんかやっぱりいろんなそのキャンプ場ごとにやっぱり特徴ってあるよね。そうですね。地面一つとってもありますし。そうだよね、標高も違うしね、富士山が近い遠いもあるしね、ということでお正月とか年明けとかも遠くから富士山にキャンプへ行かれる方も多いと思いますので、何かの参考になれば幸いでございます。なんか行ってみたいとこありますか？キャンプ場、富士山の見えるとこ。いつも通ってて見てて行ってない場所が1個あって、美味しいキャンプ場っていうところありますよね。必ずよく通るんですよ、ふもとっぱら行く時とか、なんでずっと気にはなってます、でいろんなブログとか調べたら全天候型って書いてあったりとか、美味しい野菜とか、でキャンプご飯が作れるとか、ちょっと気になります。そうだね、行きたいです。たくさん他にもあるんだと思うので、最初にもね言ってたんですけど、こんなキャンプ場、富士山見えるキャンプ場あるよっていうのを知ってる方いらっしゃったら、ぜひぜひコメントで教えてください。僕らもちょっとチャレンジしてみたいと思いますのでね、結構ねワンちゃんがね行けるところってね、限られちゃったりするんで、なかなか探しきれてないかもしれないんだよね。そうですね、他にもいろんなキャンプの動画出しておりますので、ぜひぜひそちらの方もチャンネル登録していただいて見てもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら、斉藤でした。ありがとうございました。斉藤でした。何ですかそれ？新しいです。来年のために考えております。そうです。